なぜ後ろ姿で描かれていたのか、国王が元気になるからなんです。クレアの記憶が繋がっていた理由は、瞳からはっきり答えが出ています。チャイがなぜ悪魔と言われていたか、それは親子の絆が証明していました。この動画を見れば、もう一度ヘタッピドラえもんに会いたくなるはずです。はいさいナマステ、こんにちは、酒猫でございます。今回は映画ドラえもんのび太の異世界物語についての解説考察をお話ししていきたいと思います。この動画を見れば様々な謎や疑問がすっきりわかります。クレアの瞳の秘密からチャイがなぜブルーで描かれていなかったのか、絵のクレアの記憶の謎やのび太のお前よりもっともっと未来の人がお前にどうせ滅びる奴らのことなんて知るかって言ったらどう思うという言い回しの真意、その他過去作の映画のオマージュやこの物語に関するありとあらゆる伏線から謎、豆知識などを含めて徹底的に解説考察していきます。本作映画ドラえもんのび太の異世界物語は、もしも絵の中の世界に入れたらというドラえもん映画らしい発想を軸にしたオリジナル脚本の大長編です。オリジナルとは言っても藤子 F 不二雄先生の多大なるリスペクトや過去作へのオマージュがふんだんに盛り込まれており、実は新しい秘密道具もこの入り込みライトしか登場しません。脚本家の方は藤子 F 不二雄先生が作った秘密道具しか使わないぞという熱い愛を語られていました。本作にはそんな藤子 F 不二雄先生が描いた映画ドラえもんへの多大なリスペクトが盛り込まれており、こうした部分に気づくときっとこの映画をもっと見たくなるはずです。そうでなければ鼻からスパゲッティを食べてみせましょう。また大人向けの伏線も多く、チャイはなぜブルーではないのかといった疑問を抱く場面もありますが、過去作を知りさらに答えとなる描写を発見すれば納得できるようにしっかりと根幹が作られた作品でもあります。そういった点を踏まえながらこの動画ではしっかり考察を交えつつ解説しますので、伏線や疑問点がすっきりわかるはずです。私は年間700本以上の映像作品を見るエンタメマニアのただの一般人です。特にドラえもん映画は某ビデオレンタルショップで2本借りると1本無料になるキャンペーンをきっかけに何度も借りてみてきました。藤子 F 不二雄先生が描いた映画はもちろん全て鑑賞し、とりわけのび太の恐竜には強い思い入れがあって10回以上見返しています。他の作品も繰り返し何度も見ては涙が枯れるほど泣きました。そのおかげか作品に込められた昔のドラえもん映画のさりげないオマージュや先生が伝えたかったことにも気づけるようになったと思います。そういった小さな発見やつながりも含め、この素晴らしい作品をもう一度見たくなるように気持ちを精一杯込めて動画にしました。物語に沿ってできる限り丁寧にこの作品の魅力をお伝えしたいと思います。途中や最後だけですと物語全体の辻褄が合わなくなってしまいますので、ぜひ最後までご視聴ください。ドラえもん愛がめちゃくちゃいっぱい伝われば嬉しいです。夢を叶えてドラえもん。物語の舞台は絵画に描かれた中世ヨーロッパ風の国アートリア公国です。ドラえもんの秘密道具によって現実と絵の世界、さらにはその先にある13世紀の中世世界の3つが交差します。映画冒頭ではオープニング曲が流れ、夢を叶えてドラえもんが本当に久しぶりに起用されていて感動しました。ここだけでも泣けます。やはりオリジナル楽曲のあの優しいイメージから入る映画の演出は唯一無二ですよね。そしてこのシーンでは美術館に展示されるような名画の中へ飛び込んで、多分スネ夫の部屋だと思うんですけど、のび太たちが遊ぶ場面が描かれています。ミシャの作品やゴッホの星月夜、ムンクの叫び、クリムトの生命の木、そしてモネの散歩日傘を差す女性が静香ちゃんで美しく再現されていましたね。その他丸山応挙の子犬図や鳥獣戯画、葛飾北斎の富岳36景、神奈川沖浪裏など世界の名画が次々と登場します。最後に白黒のドラえもんのシーンに変わっていくのですが、よく見ると最初は藤子 F 不二雄先生の作画によるドラえもんが描かれていて、そこからあっという間に現代のドラえもんへ変化する演出になってるんです。あまりにも細かい演出で初見は全く気づきませんでしたが、おそらく藤子 F 不二雄先生のドラえもんという作品が世界中の名画と同じく名画であることを象徴しているのでしょう。こういった細かい芸が本当に素晴らしいですね。見える気配り。さらに本作は何といってもテンポの良さが魅力です。とはいえ単に無駄がないだけではなく、本当に不要な部分を削ぎ落としている細やかな演出が至るところで見られます。例えば
この後に絵画の女の子クレアがドラえもんたちの世界に飛び出す場面がありますが、いちいち説明するのではなく、映画の冒頭で迷宮のミノタウルスが絵画の中から出てくるというハプニングを映画らしい迫力で観客に見せることで、絵の中の存在が飛び出してくるかもしれない、そんな仕組みを自然に描き、さらに新しい秘密道具入り込みライトの説明をオープニングの演出に組み込む形で省いているのです。他にも似たような工夫は随所に見られ、本作の大きな魅力の一つだと感じました。これは隠れていますが大きな支えになっているはずです。このように無駄を省きつつも往年のギャグシーンのリアクションや豆知識、教訓がふんだんに盛り込まれているところは、まさに藤子 F 不二雄先生が描いたドラえもん映画らしい構成です。実は最初のミノタウルスとドラえもんが押し付け合いをするどこか懐かしいあのやりとりもアニメ大昔漂流記のオマージュですね。この押し付け合いって君がいつもそうじゃないかみたいな、これっていつもやってるんですけどね。こういった子供たちを優しく楽しませながら何かを伝えようとする空気感が昔のドラえもん映画を思い出させるような温かい気持ちにさせてくれます。入り込みライトと時空ホールの伏線。本作は入り込みライトを使って13世紀に存在した今はなき国での冒険を絵画を通じて繰り広げるという設定になっています。単純に絵画の中だけのファンタジー一色にせず、現実とリンクさせるところ、絵画の中からさらにその絵を描いた13世紀の中世世界へとつなげる構成は、のび太の魔界大冒険などを想起させる藤子 F 不二雄先生らしい物語構成で大変素晴らしかったです。このおかげで絵画の中だから何でもありなファンタジーにならず、中世ヨーロッパでは手づかみで食事をしていたといった時代背景や風景を自然に子供たちへ伝えてくれます。また絵の中に入る際、横と縦が逆転する演出、上下が逆転する演出はのび太の宇宙開拓士の移動シーンをオマージュしており、異なる世界へ入ったことを手短ながら効果的に表現しています。本当に手で届く範囲で異世界が存在するってすっごいワクワクしませんか？さらに絵に入る時にジャイアンを含めたドラえもんのび太しずかちゃんが靴を脱ぐという所作も非常に良かったです。人様の世界に入るのだからという、いわば最低限の礼儀であり、礼儀っていう言い方というよりも自然な優しさ、お邪魔しますという思いが伝わります。さて物語に戻すと、夏休みの絵の宿題でパパの絵を描こうとのび太は苦戦していました。半ば諦めかけ、ぼんやりと虚空を見つめて、空から完成した絵が落ちてくれればいいのになぁとつぶやいて消しゴムを投げていたところ、突如時空ホールの穴が開いて、投げた消しゴムが今回の敵に見事命中するという始まりでしたね。実はここに2つの重要な伏線があります。1つ目は敵のソドロにのび太が絵を消す消しゴムを投げ当てることが、最後の最大の敵であるイゼールを水で絵を消すために水戻しふりかけを射撃で当てる場面へとつなげる点。2つ目は時空ホールの穴がなぜのび太のところへ落ちてきたのかという問題です。それは父の思いがつなげたものでした。これについては後ほどご説明します。時空ホールから降ってきたその絵には、金髪の少女の後ろ姿と美しい青で光るコウモリのような模様しか描かれておらず、来歴は全く不明でした。森の中にいる金髪の少女の後ろ姿と、光る青いコウモリと森みたいなイメージですよね。興味を持ったドラえもんたちは秘密道具入り込みライトを使って実際に絵の中に入り込み、直接少女と話してみることにします。こうして現代から絵画の中の世界へと旅立つ導入は、まさにドラえもんならではの冒険の始まりです。入り込みライトと絵本入り込み靴の違い。絵の中で出会った少女の名はクレア。自分はアートリア公国の王女だと語り、不思議なコウモリ型の小悪魔チャイを相棒に連れています。絵の中ではチャイがアートリアブルー一色でしたが、現実に出てきたチャイは赤茶色です。これはとても重要な伏線で、後ほどまとめてお話しします。クレアは行方不明となった自分の国アートリア公国を探しているのだと言います。ドラえもんたちは半信半疑ながらもクレアを助けることに決め、彼女とチャイと一緒に絵の世界からさらに飛び出して13世紀のヨーロッパへ踏み込むことになります。ここでドラえもんは時空ホールによって
クレアが絵の世界に迷い込んだと説明しますが、実際には絵の中のクレアでした。最初にミノタウルスが絵から飛び出し、絵のクレアも現実世界で自由に動き回る描写を入れることで、絵の住人がこっちの世界へ来ることができるという説明をせずに済んでおり、その後に明かされるクレアは絵の人物だったという事実に対する驚きも損なわれません。ちなみにこれはのび太のパラレル最遊記でも秘密道具で使ったゲームの中の怪物が現実世界に飛び出してくるという展開のオマージュでしょう。あの時鬼になったママが階段からギシギシ上がる音はドラえもん屈指の怖さだと思ってます。また映画のドラえもんのび太のドラビアンナイトで登場する絵本入り込み靴という秘密道具も絵の中に入れるアイテムとして有名です。あれ同じだよねと。ただしこちらは絵本の中の場所や時代に移動できるものの、靴を失うと現実世界へ帰れなくなるというように人間自体に作用する秘密道具です。一方今回の入り込みライトは絵自体に作用しているため、絵の中の人物が外へ、つまり現実世界に出ることも可能です。ドラえもんが時空ホールで絵のクレアが迷い込んだんだと言っているのも一見ご都合主義に聞こえそうですが、実はドラビアンナイトなどの映画ですでに絵の中と時空ホールが何らかの形でつながっている描写が示唆されているので、シリーズを通して見ればそこまで突拍子もないものでもないんですよね。宇宙開拓史とか過去のシリーズを通して結構そういう設定って使われてるんですよ。例えば絵本入り込み靴で靴をなくしても、その絵が江戸時代に描かれたものであればタイムマシンを使って現代に戻ることができるなど、過去映画の設定を丁寧に継承しているんですね。こうした過去の設定を生かして矛盾を補足説明し、世界観に説得力を持たしているあたりは見事だと思います。過去のこれが結構矛盾だよねっていうのを本作の映画で補足説明して、いや矛盾なんかないよっていう、いやこれリスペクトを超えた支えというか素晴らしすぎる。本当ドラえもん映画でおなじみの静香ちゃんの入浴シーンのギャグ要素などもしっかりとリスペクトされつつ、しかしクレアは絵だから入れないというね、伏線をここに入れていることで無駄が省かれ、本作の客層を広げる演出に成功してるんですよ。いや間違いなく近年稀に見る最高の脚本ですね。流しそうめんのシーンでも水が弱点のクレアが食べないという選択をしたり、イメージベレー帽で最初に作ったのが湿度を相対的に下げるろうそくのシャンデリアだったりと、細かい伏線が散りばめられてます。ちなみに流しそうめんの水は伸びる水道管を使い、水を落とす穴はブラックボールペンで描かれていた穴になってしましたね。これ今私が音声入れてる間にツイートを見かけまして、わーすごい、こんなことも説明してくれるんだって言ってびっくりしました。今後絵のクレアをエクレアと呼称したいのですが、ここにも仕掛けがあります。絵のクレア、つまりエクレアとは上からたっぷりチョコレートをかけた洋菓子を指すので、クレアは上からチョコがかかったフレンチトーストやチョコバナナにときめいていたのかもしれませんね。チャイは単純に茶色だからチャイなのかもしれません。他にもイゼールは絵を描くときにカンバスを乗せる台、イゼール。パルはパステルから来てるんでしょうね。マイロはもしミロのヴィーナスのミロ、これマイロとも読めるんで、こっから来てるのだとしたらちょっと切ないですよね。もちろんクレア自体がクレヨンから来ているのもうなずけますので、ぜひ皆さんの感想コメントをお待ちしています。ちなみに13世紀当時の食事をそのまま再現している点もこの映画の大きな魅力です。余談ですが、カカオ豆をヨーロッパに持ち帰ったのはコロンブスで、ヨーロッパ人が初めてチョコレートを口にしたのは1521年にアステカを征服したスペインの探検家エルナン・コルテスとされています。クレアたちが生きていたのはそれより3世紀も前のことですから、当時のアートリア公国は火山によって埋もれてしまう運命が待っているわけです。チョコレートを食べられずに。でもし仮にクレアがね、未来を知っていたとしたら、自分たちが決して味わえないものを食べられた喜びがこのシーンには含まれていたかもしれないと考えると、ちょっといろいろね、その未来を見ていたという話についてはまた説明させていただきますね。過去映画のオマージュ。
のび太たちは中世の街並みが広がるアートリア公国に到着しますが、ここでも面白い仕掛けがあります。まず現地に着いてすぐ着せ替えカメラで服を変えるのですが、ここものび太の恐竜のオマージュが含まれています。本作はのび太の恐竜から45周年を記念して作られた作品なので、こうしたオマージュが盛んに追加されていますね。そしてここでも無駄の削ぎ落としがうまく行われていて、最初にクレアに出会った時、こんにゃくをクレアだけではなく全員で食べたことで、後にアートリア国の人と再会してもいちいちこんにゃくを食べさせるシーンを追加せずに、物語がスムーズに進むようになってます。そしてクレアの幼馴染で画家志望の少年マイロとも出会って友情を深めていきます。以降はマイロの協力を得て城に無事クレアを送り届け、マイロのアトリエ近くで優雅な時間を過ごすのですが、この中で水ビル建築機を使うとき、ドラえもんがとんでもない発言をするんですよ。10年ぶり近くにのび太の魔界大冒険のチンからホイが聞けるとは思いませんでした。もうチンからホイ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 って、いやこれもう最高じゃないですか。皆さんどうですか？ちなみにのび太の魔界大冒険のオマージュは他にも多数あり、みよこさんの占いが本当になるやクレアの夢見が本当になる、ソトロの占いなどの流れ、十分に発達した科学技術は魔法と見分けがつかないというクラクの3法則の会話などは、まさに魔界大冒険でも扱われた要素です。最後の敵を倒す投擲シーンもオマージュでしょうね。みんなが楽しく過ごすのですが、翌朝物語は一転して不穏な展開になります。不思議の国のアリスと魔女っ子しずちゃん。ドラえもんたちが一度自分たちの世界に戻った後で向かったアートリア城では、クレアの偽物が現れていて好き放題に振る舞い、絵の絵画ってなんだ、城の絵画が盗まれているという事件が起きます。再び本物のクレアから救援要請を受けたドラえもんたちは急いで絵の中のアートリア公国へ戻りますが、そこで待っていたのは偽クレアによる城内の混乱と宝石探しのために内緒で来ていたジャイアントスネ夫の投獄というトラブルでした。この時から気づくことができるのですが、実はチャイは怪しい奴を報告する、ジャイアンたちが捕まったことを知らせる、アートリアブルーのありかを伝えるという手助けを行っており、なぜ悪魔なのに助けてくれるのか、なぜチャイが茶色いのか、真相が後ほどわかるようになっています。スネ夫とジャイアンは見る角度によって色が変わるという伝説の宝石アートリアブルーを目当てに宝探しをしていましたが、その最中に捕まってしまったのです。さらに城では美術商人のパルや道化師のソトロといった怪しい人物が暗躍し始め、事態は混迷を極めていきます。そういえば不思議の国のアリスについてパルがさらりと口にした時、こいつ13世紀の人間じゃないなと瞬時に気づいた方も多いのではないでしょうか。こうやって隣見ちゃいますよね。気づいた人いるかなみたいな。で、残されたドラえもん、のび太、しずかちゃんに加え、クレアやマイロ、そして小悪魔のチャイが力を合わせ、次々と起こる難題に奔走することになります。ちなみにパルを追う際に使っていた目玉型の隙見悪い追尾カメラは、ドラえもんの映画では悪役側がよく使うアイテムで、のび太の恐竜にも登場します。パル視点だと自分こそが追われる悪役だという文字通り、目線の逆転を見事に表現しています。タイムパトロールが絡む映画というのものび太の恐竜を彷彿とさせますね。この時しずかちゃんが魔法のほうきに乗っているのは原作通りで、スペアポケットまでつけてて、ほんと魔法使いしずちゃん、魔女っ子しずちゃんですよね。このぬるぬる動くアクションシーン、いやー、ここかなり力入れてるなと思いました。皆さんはどう思いましたか？のび太の名台詞。やがてのび太たちはソドロが絵を盗む現場を目撃します。ソドロは溶岩でいずれ消えてしまう絵を未来から守っているのと同じだというとんでも論を語り、当然ながら優しいのび太たちはそれだとこの国の人たちが悲しむだろうと抗議します。するとソドロは、ここはどうせ滅びる国なんだから何をしても未来に影響はない、滅びる奴らのことなんか知ったことかと言い放つのです。ここでのび太のねセリフが非常に印象的でした。お前よりもっともっと未来の人がお前にどうせ滅びる奴らのことなんて知るかって言ったらどう思うんだ。先ほどからも伝えている通り、無駄を省きテンポよく、そしてセリフも子供たちにもわかりやすく伝えるためシンプルな作りのセリフの脚本なのに、
なぜかここだけ妙に文字数が多くて引っかかったという人もいるでしょうね。私はこれを今私たちが未来に対してやっていることと同じ問題を伝えたかったのではないかと感じました。つまりこのセリフ、過去と未来を置き換えてみると結構わかりやすいんですよ。例えば絵を同じような石油などの貴重な自然資源に置き換えると、ソドロ風に言えば経済を守るためにやってるんだ、今さえ良ければ存在しない未来の奴らのことなんて知ったことかとなります。対してのび太は、お前より過去の人がお前にどうせ滅びる奴らのことなんて知るかって言ったらどう思うんだと問い返すわけです。これだとめちゃくちゃわかりやすいですよね。ではなぜそんな風に明確に答えを出して言わなかったのか。これは内省を促すために大人たち向けに作ったセリフなのだと思いました。勇気を出して言いますが、もし経済や環境破壊などを具体的に出してしまうと、現代の大人たちは正論やストレートな答え同士をぶつけ合う議論をする土俵が好まれている傾向があるため、大国が環境を守らないならこちらが経済を守っても仕方ないなど、全くあらぬ方向での話につなげようとしますよね。そんな土俵に持ち出されてしまうと、この映画の良さである大切なのは思いという部分からかなり遠ざかるし、時間の無駄や間抜けがやることと受け取られてしまいます。だからこそこのようにそのものズバリの答えのあるセリフを用いるのではなく、違和感あるセリフ回しを通じてこういう意味なのかなと考え、観客自身が内省するきっかけになればという狙いがあったのかもしれません。少しのび太のセリフが窮屈に聞こえるのは、すでに未来にいる我々大人たちに投げかけられた問いだったからではないでしょうか。伝説の本当の意味。物語のクライマックスでは、古城に伝わる暗黒の騎士イゼールがついに姿を現します。実はソトロの正体は未来から来たタイムハンターであり、城に飾られた絵画を盗み出すために暗躍していたのです。追い詰められたソトロは入り込みライトを悪用し、封印されていた伝説の騎士イゼールの絵を実体化させてしまいます。復活したイゼールは複数の手下を絵の中から召喚し、人々から色を奪って次々と石化させながら国全体を襲撃します。色彩を失った者は命を奪われたかのように動けなくなり、アートリア国は史上最大の危機に直面します。作中で語られるアートリアの古い伝説にはこんな一節があります。光を奪いし暗黒の騎士イゼールと赤き竜が羽ばたき世界は沈むだろう。しかれども青きコウモリが現れれば恵みをもたらすだろう。これは後世に伝えるための警告と教訓でもあります。のび太たちがやってきた時の描写から、アートリア湖は大昔火山噴火でできた湖であり、処刑場には噴気口があってマグマが確認できることがわかります。つまりこの国は今も活火山によって脅威と隣り合わせなのです。騎士イゼールが噴火時の山と噴煙を象徴しており、赤き竜はマグマを表していると推測できます。そんな脅威と引き換えに得られる青きコウモリ、アートリアブルーの功績が富をもたらす存在であり、火山活動という災害がある一方、それによって得られる恵みもあるということが伝説で語り継がれているのですね。映画のモデルは水ビル建築機で作った砦がイタリアのカステル・デル・モンテだったり、あいみょんが公式で視察に行ったことからもイタリアが舞台なのは間違いなく、南東にあるというキーワードからもポンペイ遺跡がモチーフだと思います。ポンペイはベスビオ火山の噴火で埋もれた都市であり、18世紀初頭の発掘で当時の生活がそのままの状態で出土し、フレスコ画やモザイク画、カメオガラスの美しい工芸品などが数多く見つかりました。アートリア国区も芸術が盛んだったことが作中の様々な描写から伺えます。チャイがなぜ悪魔と呼ばれたのか。国王陛下が座る椅子や国旗などあちこちにコウモリのマークが使われていますが、これは先ほどご説明した通り、コウモリ型のアートリアブルーの功績が国に富をもたらすからです。今では迷いの森にいる悪魔のコウモリとして伝わっていますが、これはクレアがいなくなったことをきっかけに、コウモリは悪魔だという俗説が広がったからです。クレアとマイロの最初の会話を思い出すと、クレアは伝説の青いコウモリを探しに行くと言い、マイロは迷いの森には悪魔が出るから行っちゃダメだと言ってました。
クレアがコウモリを探しに悪魔の出る迷いの森へ行ったまま行方不明になってしまったため、青いコウモリイコール悪魔と結びついてしまったわけです。マイロもコウモリを探しに行ったクレアが悪魔のいる森で消えたと報告したことで尾ひれがついたのでしょう。国民の間ではクレアが迷いの森のコウモリの悪魔に連れて行かれたという俗説になりやすいです。そうすると悪魔として表されてない騎士のイゼールも当初はもしかしたら別の良い存在だった可能性もありそうですね。クレアがいなくなってからコウモリの持つ本来のありがたみは忘れられ、コウモリこそ悪魔だという風説が広まったようです。絵のクレア自身も迷いの森のコウモリという設定を知っているので、それは同時にコウモリの風説が反映されてしまっていることを表します。あの絵が国王陛下を励ますために作られたものだと作中で語られていますが、なぜ悪魔だと言われているにもかかわらず描いたのかは、本当のコウモリ型の古石アートリアブルーの存在を知るマイロの父は、コウモリは悪魔ではないことを理解しているからです。だからこそ国王を励ますために描いた絵が正面を向いて笑うクレアではなく後ろ姿にしたんです。それは伝説のコウモリに導かれて城へ必ず戻ってくる後ろ姿のクレアを描きたかったからです。国王陛下がいかに励まされたか想像に難くないはずです。そしてこの絵には他にも秘密があります。実は息子のマイロにもアートリアブルーがどこにあるのかを示す文字通りチャイが道しるべにもなってました。最後にのび太が描いた愛情たっぷりのヘタッピドラえもんが一生懸命のび太を助けようとしたように、エクレアと絵のチャイもまた絵を描いたお父さんの思いがそのまま飛び出してきてマイロを救うためにずっとそばにいたんだと思います。チャイが茶色い理由はこのように悪魔だという噂に覆われてしまっていたからですが、岩石溶岩に覆われたアートリアブルーの原石だからという理由でもあります。クレアがいなくなってから小悪魔として噂されてきましたが、正体を知るマイロの父は中身はアートリアブルーなのだと理解しているため、絵画では青いコウモリとして、そして絵から飛び出したチャイはこの俗説と真の正体の思いがそのままの存在になったのでしょう。ちなみにその事実を知った上で映画を見返すと新たな発見がいくつもあります。パンフレットで監督が明かしていますが、例えば鉄人兵団のようにクレアの瞳だけ特別ですよという意味で暗闇でも光るように描かれており、チャイの瞳もまたアートリアブルーの原石として闇の中でも光るように表現されていました。チャイとドラえもん、イゼールとの戦いは今までのドラえもん映画の敵の中でも屈指の強さです。石化能力はマグマの火山灰を暗示しており、ポンペイ遺跡でも火山灰に飲み込まれてしまった人々がその姿のまま残っています。イゼールの仲間の悪魔たちはペスト医師に似ており、中世で猛威を振るった際のペストの恐怖を連想させます。石化という能力はドラえもんのび太の大魔教にも登場しますが、仲間たちが次々と石化されていく緊迫感はのび太の海底祈願城のクライマックスを思い出させます。あちらでは海底要塞祈願城の人工知能ポセイドンとの戦いでヒラリマントがボロボロになり、ドラえもん以外の仲間が捕まり、静香ちゃんとドラえもんだけが残される絶体絶命の展開になります。のび太は脇役で、静香ちゃんが主人公のような立ち位置という珍しい作品なので、ぜひ見てほしいところです。本作の敵が海の苦手な火山というのも海底との対比で面白いですね。そして追い詰められたのび太が最後に水戻しふりかけを投げることでイゼールを倒します。この時のび太を助けに入ってくれたのは絵の中のヘタッピドラえもん。絵の姿なのに、それでものび太を助けようとするヘタッピドラえもんには涙が止まりませんでした。のびって言ってるし、なんかね、ダメ。言葉にできないですよ。実は、チャイとドラえもんには面白いほど共通点が多いんです。チャイの弱点はドラえもんと同じく尻尾です。これは
チャイがドラえもんと同じ立場を象徴しているようですよね。ドラえもんがのび太を助けたように、チャイもまたマイロを救ったわけです。ずっと探し求めていたアートリアブルーの場所を教えてくれたし、それまでも実は手助けしていたということは、この動画をご覧になっている皆様だったらわかりましたよね。さらによく見ると見た目も似ているんですよね。顔の部分だけ色が異なるっていうところも似ているし、本来キャラクターを際立たせるために同じ色、被る色っていうのは使わないはずなんですけれど、実は外見の色もドラえもんが寄せるようになってるんですね。しかもですね、ドラえもんの最初の外見は黄色だったんですよ。しかし涙で塗装が剥がれて中身は青だったドラえもん、それと同じようにチャイも外側が溶岩で覆われているだけで、中身は優しく美しい青いコウモリだったのだと思います。最後にイゼールが消滅するとともに、奪われていた色が人々に戻り、石像と化していたドラえもんたちも元に戻ります。イゼール討伐後にドラえもんたちは湖底からアートリアブルーを発見します。そして割れていた絵が元の一つに戻るのですが、この一連の流れは最初に絵が2つに割れる、最後には湖が2つに割れるという対比の中で、中央からコウモリ型のアートリアブルー鉱石が出現して元に戻るという同じ仕掛けになっています。絵もアートリア広告もチャイという春日井で割れていた2つが1つの元通りになるという物語構成になっており、実はマイロへのお父さんの思いが込められた絵によって良い方向へ導かれているようでした。ついに本物のクレアが時空の狭間から救出されます。実はのび太たちが最初に出会ったクレアは絵の中の存在に過ぎず、4年前に行方不明になった本物のクレア王女は時空をさまよっていました。未来から派遣されていたタイムパトロール隊員のパルの活躍で、4年前より成長した10歳のクレアが無事に現代へ帰還し、両親の元へ戻ります。盗まれていた城の名画も全て元の場所に戻り、アートリア国に平和が訪れました。こうして物語、冒険を終えたドラえもんたちは現実世界へ帰還し、物語は大団円を迎えます。最後のパパの話も涙でしたよね。後ほどこれは語らせていただきますが、エンディングも最高でした。物語の余韻に浸りながら優しい気持ちになれる。どのドラえもん作品のエンディングも本当に温かい気持ちを届けてくれます。あいみょんの優しい響きも本作にぴったりでした。ぜひ皆さんが好きなドラえもんの映画のエンディング、コメントで教えてください。さて、エクレアと本物のクレアはなぜつながることができたのか、そしてなぜのび太の元へ絵が落ちてきたのか、考察していきましょう。時空ホール。本作最大の謎であり、キーとなるのがクレアの正体と時空の歪みの関係です。当初現れたクレアは一行とともに冒険を楽しんでいました。しかし終盤で明かされる事実は驚くべきもの。クレアとチャイは実は絵から飛び出してきた存在であり、本物のクレアではなかったのです。4年前、幼いクレア王女が突如行方不明になった時、宮廷画家だったマイロの父は嘆き悲しむ国王夫妻を慰めるために、クレアがお城を目指して帰ってくる娘の後ろ姿を描いた絵を献上しました。絵の中のクレアとチャイはまさにその思いのこもった絵が生み出した幻だったというわけです。絵のクレアの別れ際の言葉、マイロ、会えて嬉しかったぞ。あのセリフでどれだけ泣いたことか。大号泣ですよ。とはいえすぐに戻ってきちゃいますが、これも藤子 F 不二雄先生の映画の特徴で、ずっと悲しませないという優しさを感じさせる演出なんですね。あまりにも早く帰ってくるから泣いてるのに笑顔になっちゃう。涙は出てるけど決して暗く終わらせない。その藤子 F 不二雄先生のリスペクトが感じられる最高の脚本ですよ。夢の中で食べたチョコレートの味もちゃんと覚えてるぞよの一言でもう一度泣いちゃいますよね。ほんと最高。
さて、クレア失踪の原因は物語終盤まで伏せられています。実は彼女は突然発生した時空の歪みに吸い込まれ、時空ホールの中をさまよっていました。現実世界では4年の歳月が流れており、時空ホールが本物のクレアが消息を絶った理由であり、同時に絵の一部が未来へ飛んだ原因でもあります。序盤、のび太の部屋に落ちてきた絵の切れ端、これはその絵画の一部であり、残りの半分は中世アートリアに残されていたのです。この大胆な複製は物語後半で回収され、現代と過去が一枚の絵でつながっていたという事実が明らかになります。クレア自身の瞳もまた時空と物語をつなぐ重要なモチーフです。クレアの瞳は見る角度によって色が変わるという不思議な輝きを持ち、その瞳の色を再現できるのは唯一の宝石としてアートリアブルーが登場します。実際このアートリアブルーを探し出すことが本作の大きな目的の一つになっています。思い返せばまるでクレア自身を探しに行く旅路のようでしたよね。それはやはりマイロのお父さんがクレアとチャイ、それを描いた思い、クレア自身の道しるべになるように、クレアが戻ってくるように描いた思いがそこに深く関係しています。ではなぜのび太のところへクレアの絵が落ちてきたのでしょうか。そこにはその絵を描いたマイロとのび太のお父さんという2人の父親の共通の強い思いが関係しているように思います。過去作のドラえもんやタイムパトロールボンでも思いが時空ホールに関与する描写がしばしばあり、今回の銃撃戦がきっかけで時空ホールに干渉してしまったのも、ドラえもんのび太の恐竜でピースケを全く別の時代に銃撃戦のせいで送り届けてしまった展開へのオマージュだと思われます。あちらはね、物理的損害でしたが、同様の時空の歪みを暗に匂わせていました。映画の最後でのび太が描いたあまり上手とは言えないヘタっぴドラえもんの絵が現代のニュースで取り上げられていましたよね。ここでのび太のパパが見る目がないな、それを好きだってことがよーくわかる絵だ、これは気持ちのこもったいい絵だよと話すシーンがあります。もともとのび太のパパは若い頃画家を目指していて、かなりの腕前でした。最終的には諦めましたが、そのおかげで今のママと出会い幸せに暮らしています。だからこそこのパパの言葉は、絵は上手い下手よりも思いが大事という心からの褒め言葉であり、映画冒頭で夏休みの絵の課題に苦心するのび太にも、大事なのは上手に描くことではないというメッセージを伝えようとしていたのもわかります。そしてマイロの父もまた同じことを息子に思っていました。エクレアが最後にマイロに投げかけた絵の具が良くたっていい絵が描けるわけではないぞよという言葉は、絵のクレアの言葉ですから、それを描いたマイロの父の気持ちでもあったのではないでしょうか。つまりアートリアブルーを探し続けるマイロに対して、絵は道具ではなく思いだと。クレアやチャイを描く中で息子のマイロへの思いを託したのでしょう。だからこそマイロに大切なのは思いということがわかるまで、アートリアブルーのありかを教えなかったのかもしれません。むしろそれに気づいた時、なぜ父は悪魔をアートリアブルーで描いたのかという思いに気づき、場所がわかる仕掛けが施されていたのかもしれませんね。マイロとのび太、うまく対比構造になっていますよね。何でも下手でもいいから最後まで描き続けて悩むのび太と、うまいのに最後に絵の具が足りないから悩み続けるマイロ。ただ結局この2人に対しての答えは同じなんですね。絵は気持ちだよということです。そう考えると、絵描きである2人の優しい父親の絵は思いだという息子たちへの思いは偶然にも全く同じであり、その共通の思いが銃撃戦で歪んだ時空ホールがきっかけとなり2つをつなげた。偶然ではなく必然的にのび太の元へクレアの絵が落ちてきたのではないでしょうか。だからこそその2人の父親を表すために
絵は一つずつ分かれていた。この物語はそんな父から子への優しい思いも重ねて描かれているように感じました。クレアの瞳。劇中でもクレアの夢見の力は確かだと語られています。最初は突拍子もないと思われるかもしれませんが、予知ができるのは瞳が時空ホールと関わりがあり、瞳を閉じている間は時空ホールに干渉して未来を見通す力があるからと解釈すると結構いろいろとわかります。時空ホールが元ある場所に戻そうとする働きによってクレアが吸い込まれたのではとも考えられますし、実は他のドラえもん映画や関連作品でも秘密道具によって生まれたキャラクターが現実世界に飛び出し、その記憶を保持したまま元の世界に戻るという展開がいくつもあります。さらに時空ホール経由で別世界、もしもボックスの平行世界などからキャラクターが出てくるという話もあるので、ドラえもんシリーズ全体を踏まえるとクレアの夢見る力がもう一人のクレアとつながっている設定もそれほど都合のいい解釈ではなく、ご都合主義でもないと感じられます。ここでもしクレアが未来を予知しながらもその運命を受け入れていたのだとしたら、本編中にも切ない描写が多々あります。これはあくまで根拠がない想像ではありますが、例えばクレアの夢見が本作の少し先の未来まで見えていて、春に連れ戻されるのも含めて承知していたとしたら、何度か見せるあの切ない表情も納得がいきますよね。帰ってきた時、ちょっと切ない表情してませんでしたか？ポンペイ遺跡のように、絵は未来に発掘されてもアートリアブルーは見つからなかったという事実があります。しかし、のび太の描いた絵が最後まで残っていたということは、大切に守られていたからこそ保存状態が良かったとも言えます。言葉にはできませんが、きっとクレアは最後までみんなとの思い出を守ろうとしたのではないかと想像してしまいます。答えはありませんので、ぜひ皆さんの感想もお聞かせください。まとめ。本作にはのび太とパパ、マイロと亡き父、そしてクレアと国王夫妻といった複数の親子関係が描かれており、特に絵はうまさより思いだよというのび太のパパの言葉は、どんな物事でもこれからの私たちを支えてくれる優しい言葉になりそうです。画家を目指していたパパの思いが込められ、マイロもまたアートリアブルーに込められた父の思いをクレアを通して感じたことでしょう。だからこそ最後の絵にはふんだんにアートリアブルーを使ったものでも、描きたかったクレアの瞳でもなく、あの時一緒に過ごした仲間たちの後ろ姿が描かれていたのだと思います。もう一度見たくなる傑作、のび太の異世界物語は、ドラえもん映画45年の歴史の集大成でありながら、新たな挑戦も盛り込んだ意欲作です。テンポよく練り込まれたストーリー、キャラクター一人一人の見せ場、美しい映像と音楽、そして何より見る者の心に染み入る感動、どれをとっても完成度が高く、終幕後には爽やかな感動と満足感と余韻が残ります。シリーズ屈指のクオリティを誇る本作は、多くの方に何度も見ていただきたい作品です。散りばめられた伏線やオマージュを踏まえて見直せば、新たな発見や気づきが必ずあるでしょう。道具や上手い下手ではなく、気持ちが大切。そんなのび太やマイロのパパたちの言葉通り、心を込めて作られたこの映画自体が、一枚の絵画のように長く色褪せない作品になったことは言うまでもありません。いかがでしたでしょうか。酒猫の映画チャンネルでは引き続きドラえもんの映画紹介、考察、解説やその他の最新映画、アニメ、漫画の情報を発信していきます。もしこの動画が少しでも楽しかった、もう一度見たくなったと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。そして何より皆さんのこの映画に対する感想、コメントや考察をお待ちしています。大好きな作品についてみんなで語り合うのって本当に楽しいですよね。私は特に最後のパパのセリフに涙が止まりませんでした。皆さんはいかがでしたか？直近の動画にはできる限り返信しておりますので、ぜひあなたの感想、
エクレアの別れ際に泣いた、静香ちゃんの放棄アクションが最高だったなどのシンプルな感想でも気軽にぜひコメントしてください。実は脚本自体にもう1週間以上時間をかけて作っており、今回ご紹介した文章の 1.5 倍ほどのボリュームがまだあります。あんまりにも長いため省いたんですけれど、その他の細かい補足説明はノートやスタンダードメンバーシップで公開してますので、ご興味がある方はぜひ概要欄をご覧ください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ドラえもんの皆さんの一番好きな映画作品やエピソードがあれば、そちらもぜひお願いします。皆さんのコメント見てみたいです。それでは映画の世界でまたお会いしましょう。おつねこ様でした。バイバーイ。大好きなドラえもんの動画が作れて本当嬉しいです。